今回の動画は横書きが苦手な人必見の内容となっております。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回の動画は横書きをする上で意識すべきポイントについてお話をしていきたいと思います。実際に文字を書いていたり練習をする中でこういったことってありませんか？一生懸命まっすぐ書いているつもりなのにどうしてもガタガタしてしまうというところ、あとは一つ一つの文字は上達してきたのになぜか文章になるとうまく見えないところ、こういったことを感じたことありますでしょうか？おそらくですね、練習している中で必ずこういった瞬間ってあると思います。私もですね、やはり今でもありますし、意識していなければどうしても文章がガタついてしまうとか、そういったところもあります。なので今回はじゃあ私が一体どういうところを意識して書いているのか、どういう風に練習をしていけばいいのかというお話をしていきたいと思います。今回ですね、こちらのキャンパスノートを使って説明していきたいと思いますので、一緒にご覧ください。そしてこのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しています。まだチャンネル登録してないよという方はですね、ぜひこの動画を見ていただいて良かったなと思っていただいたらチャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。では早速始めていきたいと思います。始めていきましょう。はい、それでは早速ですね、やっていきたいと思います。もうすでにこちらですね、1つ2つ3つとポイントを書かせていただいているんですけれども、こちらご覧ください。下線を意識する、文字ごとの大小を意識する、自分が今どの段階なのか冷静に分析する、これら3つを意識して学習を進めていきましょう。丸1の下線を意識するというお話をさせていただきます。今上と下で比べてみてください。上は下線に沿った形でありがとうの5文字を書いているんですけれども、下は上に上がっていっているように見えると思います。その理由が下線に揃っているか揃っていないかという部分になります。ではより分かりやすく見るためにこちらですね、ちょっと下の部分を見てみましょう。ここを見ていただくと綺麗におおよそ離れずに揃っていますよね、上の方は。ただし下に関してはここ揃っています、ここも揃っています。でもここからややスペースができ始めました。スペースができて、こんなイメージです。ここにですねスペースができてしまってますよね。この部分がこうアーチを描いてしまっている原因になります。こちら上から見てください。こんなイメージです。ここに下線に沿っていないからこそずれているというところがあるんですが、下線を意識してみてください。一方でこちらですね、見てください。もう最初から下線から離れてしまっているパターン、もう離れてしまったよっていうパターンで、ちょっと修正しようと思って下がって、次また上がってしまって同じライン揃ってちょっと下がってみたいな感じで、これもですね山が出来上がってしまっています。こうならないようにすることが必要です。では何が必要かというと、下線を意識しましょうということです。こちらですね、役所関係の書類であったりとか病院のカルテであっても何でもそうだと思うんですが、四角の枠で囲まれていても下線は必ずあると思います。下線のないような資料に字を書くということはそうそうないと思います。なのでこの下線の部分っていうのは必ず意識して書いてあげる。そしてひっつけなくてもいいので、とりあえずここからですね離れすぎないということを意識して練習をしてください。これはですねなかなか難しいと思います。縦書きであれば本来は文字の流れとして流れがつかめるので、練習すればするほどですねつかみやすくなってくるんですけれども、横書きであればですねこの下線を頼りにする、もしくはですね中心、文字と文字の中心を意識して、均等にしていくという方法があるんですけれども、そちらの意識をしていかなくてはいけないということで、練習に関して言うとですね、もう本当にそのあたりを考えながら書くしかないというところです。まっすぐ書くためにどうすべきかっていうところになるんですけれども、最後ですね3番目で自分が今どの段階なのか冷静に分析するというところでもう少し詳しく話をしていきたいと思います。そして2番目です。漢字よりひらがなカタカナを小さく書きましょうというところ、これは他の動画でもお伝えさせていただきました超基本事項なんですけれども、今回ちょっと例としてもう一つ書いてます。大変ですが頑張りましょうという字を書いてるんですけれども、これよく見ていただきますと、大変ですが頑張りましょうというのが一文なのにもかかわらず、この
大変ですかというブロックと頑張りましょうというブロックに分かれているように見えると思います。これがもっと長くなればもっとガタつくんですけれども、これはどういうことかというとですね、もう一番最初に漢字のサイズはもうここで定まっている。ひらがなのサイズはここで塊ができている。なのにもかかわらず、ここの頑張るという字、頑張のところでですね、この大変よりもかなり大きくなりすぎてしまったというところがあります。これをしてしまうと、どうしてもですね、次の文字も大きくなってしまって、結局ここの漢字とここの漢字、ここのひらがなとここのひらがなのサイズ感ですらバラバラになっております。なのでこういった時にですね、文章の頭で決めたサイズ感、おおよそのサイズ感っていうのをぶらさないように書いていった方がいいと思います。一番最初にちょっと大きく書きすぎたなと思ったら、もうそれに合わせて次も書いていくという形にすればいいですし、逆にですね、小さすぎたなと思ったら、それに基本的には合わせて書いていくというようなイメージですね。一文字ぐらいであれば調整は効くんですけれども、こうやってですね、塊になった後はそのような形でやってあげた方がいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つですね、ポイントがありまして、これらなんですけれども、漢字を大きく書いてひらがなを小さく書きましょうねというところなんですが、余白の部分もしっかり意識してくださいということです。余白の部分です。今でいけばここ大変という塊ですがという塊、頑張りましょうという塊みたいなイメージにしてるんですけれども、要はですね、ここの余白の開け方をしっかりとですね、これも練習の間に意識してみてください。練習の間に意識しないと実際書いた時にどれぐらい開けたらいいんだろうというふうに悩んでしまいます。大体ですね、私がやっているパターンなんですけれども、例えばこのでという字がこう四角であった場合、それの半分ぐらいのスペースを空けていくイメージ、数も半分ぐらいのスペースを空けていくイメージ、それで書いていることが多いです。そういった形で自分にとって合っているパターンですね。おおよそ半分ぐらいは空けた方がいいかなとは思うんですけれども、自分の中でそういったところの調整をしていただくといいんじゃないかなと思います。それぞれの文字ごとのサイズをですね、揃えると。これをきっちりとやってあげるといいと思います。はい、そして、今自分がどの段階にいるのか冷静に分析するという話なんですけれども、ここは一番重要なのかなと思っております。今自分が何ができて何ができないのか、このあたりをですね、しっかりとまず把握していただく必要があるんじゃないかなと思います。例えば、一文字一文字の文字をしっかりとまだ書けていないなと感じる方は、やはりですね、マス目ノートを使って、文字自体のバランスを整えるという練習をしっかりとやっていただく必要がありますし、先ほど申し上げた通り、ある程度文字が上手くなってきたという方はですね、こういった形で文章を作っていくと。で、文章を作る上でもですね、いきなり長文から始めてみるんじゃなくて、例えば短い文から進めていただくとか、段階を追ってやはり練習をしていく必要があるんじゃないかなと思います。ただ段階を追う上で自分のできないところ、できているところを把握する上でという意味で、最終的に自分が書きたいなと思っている文章をですね、一番最初に書いてあげるっていうことが大切かなと思います。それはもうできているとか、できていないとか関係なくですね、今自分がどのような状況なのかっていうのをしっかりと把握しておく必要があると思います。なので一番最初に自分が目指しているもの、目指して書きたいもの、それを書いてあげます。そして日付を書いてあげてください。それからですね、1ヶ月2ヶ月と、区切りをつけて、それごとにしっかりともう一度同じものを書く、さらに次に同じものを書くっていう形で、繰り返しをつなげていくことによって自分のレベルアップっていうものが目に見えてくると思います。どうしてもですね、こういった記録を残さないと自分が上手くなったのかなってないのかっていうところが把握しきれずに、結局モチベーションが上がらず続かないということがあります。なので今回みたいにですね、しっかりと記録をつけて自分で自分の文字を見る。そしてここはできていなかったけど今これができるようになったなとか、逆にここできていたのに今ちょっと意識できてないなとか、そういったところをですね、都度都度把握していただいて、学習のモチベーションをですね、切らさないようにやっていただければ
ばいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上になります。非常に簡単にでしたが、もう意識的な部分ですね、意識をしていく部分のお話をさせていただきました。今回は3つお話しさせていただいたんですけれども、1つ目といたしましては、下線を意識しましょうということです。横書きをするときには、中心、縦書きでも横書きでもそうですが、中心が必要になってくるんですけれども、特にですね、横書きは難しいです。そして実用的に使おうと思うと、中心を揃えようと思うと難しいので、下線を利用してですね、そこから離れないように書くっていうものを意識してみてください。そして2つ目です。2つ目は文字の大小を意識しましょうということです。こちらも漢字、ひらがな、カタカナとそれぞれあるサイズ感はもちろんなんですけれども、文章を書き始めた時の一番最初に出てきた漢字、一番最初に出てきたひらがな、カタカナというところのサイズ感をですね、他もぶらさずに書いていく、書き続けるということをやってみてください。そして最後3つ目です。現状を把握するということですね。3つ目に持ってきましたが、これが実は一番大切なのかなと思います。自分自身の現状を把握する、そしてつどつど記録をする、そして記録をして振り返るということで、まさにですね、文字を書く上でも PDCA をしっかり回していただいて、自分の中でモチベーションを保ちながら一生懸命やっていただけたらいいんじゃないかなと思います。というわけでまとめは以上になります。またですね、こういった形でいろんな文字の書き方の方法とか意識的な部分とかお伝えしていきたいと思いますので、またご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。